negrito de la guairona, qué cosa vas a cantar. Sí, sí, hey, ha, ha, ya, ya, sa, sí, 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 ha. 皆さん、どうもディアマンテスのアルベルト・シロマです。今日はですね、キップコザインターナショナルプラザに来ております。この前この花本段ボールで作ってみましたが、見てくれましたかね。今日の登場もこの花本でやりましたけども、今日はですね、せっかくね、作ったので、なんかもうちょっと何かできないかと思って、まあこのままでもね、もちろん楽しめるけれども、音で楽しむのと、また、目っていうかね、見て楽しむというのもいいんじゃないですか。花本っていうのは、まあただの箱ではあるんですけども、まあ楽器にもなるし、あとちょっとこうそうですね、置物っていうか、飾っても可愛いものにもなるかなと思って、今日はですね、ペイントしてみたいと思います。で、まずね、言わなきゃいけないことがありましてですね、ペイントするところはですね、叩くところ以外ですね。だからこの音がね、こう叩くとこがありますよね。この部分は、このままでいきます。色塗っちゃうとですね、粘土とかそのペイントでミュートしてしまいますから、色を塗るところはですね、この周りねとここなんですよ。そうね。それではまずですね、段ボールなのでね、こう色を塗っちゃうとちょっとこう暗くなるかな。だからそのためにはまず一回こう、絵を描くときですね、キャンバス見たことあります？キャンバスはね、真っ白なんですよね。そうなると明るい色とかそういう色はですね、綺麗にこう、見えるんですよ。だから、で僕は基本的に絵の具はですね、アクリル絵の具使うんです。これ水性なんですね。だから水、ちょっとこう柔らかくしても大丈夫なんです。僕は基本的にこのまま使います。アクリル絵の具、水性のですね、アクリル絵の具、これはですね、これマット、ツヤがないアクリル絵の具ですけども、これはまあよく使っている、大好きな、アクリル絵の具です。でもそのアクリル絵の具の色、特にこの黄色をですね、綺麗にねこう出るためにはやっぱりまず下地、下地と言いますよね。これこう塗る前には一回下地こう白くを塗ります。そのためにはまあ、白いのアクリル絵の具もあるんですけど、あとこのジェッソっていうかこう描く前にね綺麗にこう接着っていうかくっつくためのものもあるんですけど、まあ例えばこういうのねもあるんですよ。普通のDIY センターとか DIY センターで売ってる、まあ、沖縄でいうと、作元、メイクマン、ちょっと宣伝になっちゃいますけど、こういうね白いペンキ、これやっぱり同じ水性でお願いしますね。このペンキはまあちょっとまあ安いっていうか、のでこれでもいいかなと。まあ白く塗るだけだからね。じゃあまずこれはですね、塗ってね、この叩くところ以外塗ってから色を、塗っていきますが、絵を描いていきますが、まあこれをパッパッパッ白く塗っていきます。ちょっと待ってくださいね。これ開けていきますね。あ、そっか。その前にどんな絵を描くかっていうのをまだ皆さんに見せてないんですね。まあこの iPad で
僕は何でもテストするんですけど、見えるかな。ちょっと近づいていきます。さあこんな感じにしたいと思います。なんか僕は YouTuber になってるみたいね。はいはいそう見ていただけたので、まずじゃあこの部分以外ね、白く塗っていきます。いきます。ざっとこうテンポよく塗りたいので、太いね、大きなハケで塗っていきます。まず横からいきます。上も塗るんで、それ一番最後にします。こうやって見えるかな、見えますかね。こうやって塗っていきます。でこの部分はね、こうやってハケをこう避けるようにこうね寝かせて、そしたらこの部分ね描かないでちょっと寝かせながら、とりあえず塗っていきます。OK、ここも塗りました。あとしばらくこれ乾くまで時間ください。であそこに今、白く塗ったものを花本を置いておきました。で時間がかかるのでもう一つね、準備したので、これに、絵を描いてみたいと思います。はい、もうほぼ一緒です。ただ真ん中にあるこの穴はですね、もうちょっと下の方にね、開けてみましたけど、でももう大きさはほぼ一緒です。でこれに絵を描いていきます。まずですね、これ見えますか。これは、これは油性油性なんですけども、油性のマジックでは先ほどの絵を参考にしながら、もう一回出してみますね。このね、これを参考にして線を引いてみたいと思います。さあどうなってるかな。はい、OK。ちょっとこれを見ながら線を描いていきますね。まずこの真ん中のね、こっちの場合は真ん中じゃないんですけど、この花本の穴から線を引いていきますね。どうなってるかな。そっちの方に行って近くからやってみましょうか。こっちだと分かりますかね。見えるかな。こうやってこの丸いところからなんかこう横に流れていく感じですよね。わかりますね。こう丸いところからずっとこう線がこうなんていうかね、こう90度ですか。1個ずつ90度もう立てつけて、こう4つね、4つの線から横に引っ張っていきます。いいですか。これはもう手書きでいいんじゃないですか。何ですか、手書きっていうかこう
この何も使わないでまっすぐこうまずこうやって1個ね、もう1個こっちから上にこういいですか。はい。でこのまた横にこっちから1個いいってで今度はね下からいきましょうか。そうですね。大体ね、綺麗にまっすぐ描きたい人は何か使って引いたらいいんですけど、僕はこうねこのままフリーハンドでやりますね。今度はもうあとはもう本当に思いついたところでどんどん自分のセンスで線を引いて描いていけばいいです。やってみますね。よし、これを置いときます。置いときます。まずじゃあここからここまで行きましょうか。まっすぐ、もうそのまままっすぐ。OK。でこっちも見えるかな、この横の線もね、ここもまっすぐ行きましょう、最後まで。よし OK。 で後のものもそうしましょうか。全部そうしましょう。見えますかね、こうやってここもこうやって線を描いてみました。あとは、自分のね好きなように、ストレートな線でもいいし、ちょっとカーブというか丸描いてもいいし、線はもう好きなようにでいいんですけど、今回はストレートな線ばっかりにしていきます。こうやってきました。これをこちら下までそのまま貼ります。いいかな。よし、こうやっていろんなところに線を描いてみましたね。でこの線に合わせて色を塗っていきます。塗り絵ですよね。塗り絵。ちなみにこの下の部分はね、下の部分は塗りません。それとこの叩く部分も塗りません。こんな感じ。あと色を塗っていきます。これも僕の場合は最初は明るい色からいきます。明るいっていうと黄色とかね、ピンクとか、まずそこいっていきます。じゃあ早速色を塗っていきます。そうですね。面積はね、1個ずつこれぐらいだと
まあそんなね太い、ハケをね筆を使わなくてもこれぐらいでいいんでしょうか。だいたい1ミリちょっとぐらいのね太さの筆がアクリル、専用のものはありますね。アクリル絵の具専用のものはあります。でもそうじゃなくても、ちょっと固めね、固めの方がいいでしょう。じゃあまず黄色から塗っていきます。どういうふうに塗ってまず一箇所決めようかね。まずどこに塗ろうかな。皆さんは、この絵はこれと違うんであまり気にしなくてもいいんですけど、ここにしようか。まず塗っていきますね。まずでここを塗るでしょ。そしたらこの、ね、黒い線に合わせるとこのスペースになります。全部ね、曲がってこの部分まで塗っていきます。僕のやり方なんですけど、直接この、何ですか、直接こっちから出します。これなんていうんですかこれこうやって少しずつ出していきます。塗っていきます。やっぱり綺麗ですね。やっぱり白をベースにしないとこんなに黄色いは綺麗に出てこないんで忘れないでくださいね。必ずちゃんとこう下地ね白く塗って、ください。でもあともう一つ、この線のところ上のちょっともう一番最後に見せるので分かると思いますけど、ギリギリねこのちょっとだけこの黒い線のちょっと1ミリぐらい開けて塗ってください。OK、 早いでしょね。なぜね最初から白く塗らなきゃいけないかっていうのをこれ見れば分かると思うんですけど、やっぱりね白いのを一回もう塗るだけこんなに明るく綺麗に見えるわけですよ。さあ続けてこの黄色を塗っていくんですが、こっちこの絵を見たら分かると思うんですけど、重なっていかないですね。例えばこの線のところの次の色はまた全く違う色を塗っていきますから、この最初描いたところから離してねいろんなゾーンを塗っていきましょうね。この色の数によるんですけども、だいたいここには123そうですね、これもともとこの絵の前にこれを描いてるんですけど、見てると分かると思うんですけど、ここはいくつあると思います？ 1,2,3,4,5 色なんですよね。だから5色の場合はちょっとこれぐらいこう離して描けばいいんですよ。例えばこの一面積の場合は3箇所あるかな、黄色だからちょっと同じぐらいこの面積から3箇所ね、あと2箇所ぐらい塗っていきましょうか。でなるべく離して描きたいので、ここからだったらここかな、ここ描いてみましょうね。重なって描かないんですよね、こことかここで。たまにここにも描いたりするんですけど、なるべくもうちょっと離して、ここだったらいいんじゃないですか。でここ描くということはここから結構ね面積あります。結構ありますね。この部分見えますね。結構広いところまで行きますよ。でもいいと思います。ここは小さい面積なんですけども、狭い面積だけども、でもこうやって上と横でも広く
ねなっていくので面白いかな。いいですか。乗っていきましょう。OK。とりあえず一回黄色これでね止めます。でここにバケツを水にねいっぱい入れて用意してます。これで一回このハケっていうか洗ってきます。洗ってで拭きます。洗いながらこうやって押しながら洗うんですけどね、指こうやってね水につけながらそしたら早く洗えます。で拭きます。で次黄色の次オレンジいきます。これです、オレンジで。オレンジ僕はまあそうですね、ブルーも好きなんだけど、その次やっぱオレンジ大好きですね。あ、そういえばキップの鳩もオレンジですではじゃあ切符の代表からオレンジ塗っていきます。オレンジこれで OK です。黄色からオレンジで、次は何いきます？じゃあ普通に赤に行きますよね。赤いきましょうか。まずこのね筆を洗ってから、さっき言いましたね、こう水見えるかな。自分で動かします。これやって見てくださいよ。こうやってこう指で揉みながら揉みながら洗っていきます。ですかはい、ここ塗ります。OK。とりあえず赤終わりました。好きな色ブルーで、ブルーいろいろありますよ。これは、コバルトブルー読んでますか？コバルトブルーヒューとか出ますけど、このヒューって何でしょうね塗ってきます。OK。ブルーはとりあえず、塗っていきましたので洗って、次緑いきます。緑ちょっとこの明るい、僕はよく使いますね。ライトグリーンと言いますね。OK。これはですね、アクアブルー。
どうですか？とりあえず乾かします。30分ぐらいで乾くと思います。さあ皆さん、乾きましたよ。ね、切符の皆さん、扇風機を2台をねつけてもらって、こうやって無事に乾きましたよ皆さん。 OK、 それでは次のステップに行きます。まだまだこれは1割過ぎません。これからまた模様をつけていきます。まあ例えばですけど、これですね、見せましたね。雲であったりハートだったり、必ずこれじゃなくてもいいので、いろいろ色塗っていきます。色っていうか模様を描いていきます。まず黄色のところにはどうしようかな。やっぱり音楽にはやっぱりこう心があるということで、ハートつけておく。でここには赤はあるんですけど、ね、もうちょっと濃い赤、これはワインレッド、ちょっと大人っぽいね、ワインレッドで黄色いスペースに、ハートいっぱい描きたいと思います。均等になんかこうね描いていきますので、これはあくまでもねこうフリーハンドなので、みんな形ちょっとそれぞれ違ったりねするからいいんじゃないかな。やってみます。そういった場合はもう少し模様の場合は細めのねこの筆を使います。ゆっくり出します。お、出ました。まず1個目。そうですね、僕はハート描くときこういうことをやりますね。まず一つの見ますね、丸を2つ描きましょう。ね、でこれをこのままだとちょっとお尻に見えますけどこれにちょっとこう下の方に三角を描くようにして、ハートができました。じゃあ次のハートどっか行きましょうか。こういうことです。見ます？こっちに合わせて上に向かって描きました。上から描きましたけど、もしこっちでもいいけど、もしこっちから描くんだったら、この向きから描いてもいいんです。でもこっちに合わせて描きましたので、こういうふうにこういう向きでハートを描いています。とりあえず黄色の部分を折りました。次はそうですね、赤い部分攻めていきたいと思います。そうですね、今見てると
赤い部分にちょっとピンクを使いましょうか。ピンクというのはね、赤い色に、白を足してなる色なので、どっちかというとかぶってしまうというかもしれないけど、でもどっちかというとこうコントラストというか、そういうのもよくやります。例えば、このライトグリーンにダークグリーン入れるとか、そういう逆のねやり方。今度は濃い色にそれに近い薄いっていうか、ね、ピンク入れるとなんかまた面白い効果が出ますね。じゃあなんか細い線で画素すれば、こっちの方は細いかな。ちょっと先よりちょっと細い。これで何か、今考えますけど何がいいですかね。分かった。じゃあちょっとこうサークルみたいな感じでちょっとこう、スパイラルっていうか、よくほら蚊取り線香ってありますよね。形のねくるくるくるっていうのはちょっとやってみるのもいいかもしれない。やってみますね。まず表からいきましょう。表っていうか穴の部分からまずやってみます。ついてしまった。まだハートのまだ塗ったばっかりから忘れないようにしようね。今ついてしまった。ではこっちからやってみます。よし OK、 赤い部分は終わりました。今度はブルーいきますか。雲とか書いてあるんですけど、なんかこのねくるくるっていう、模様が入ってるとやっぱりちょっと近いかな。ちょっと近いからなんかちょっと別の書き方で雲を書いてみようかなね。雲でもいいんだけどちょっと形を変えて、この色にします。ベージュですね。ベージュも綺麗だと思います。ちょっとやってみます。フロントっていうかフロント、これは後ろですけど、この作品の場合は表ですからね。ゆっくり出します。 OK、雲はね横から流れていくものですよね。だからちょっとこう動きがあるイメージで、こっちからこの黄色のところからはみ出るような感じで描いてみます。まず1個描いてみます。まず下から横線を描いていいですか。見えますか。そしたらあと上からこう丸いなんていうの、なんかスポンジみたいな感じっていうかね、見てください。こんな感じいいですか。雲見えます。でここ来るってことはこっちからもあるということですね。見えます。なんか模様がだんだん増えてきますね。今度上こっちに合わせて描きますね。さっきもそうでしたけども、ハートみたいにこれに合わせて描きます。よし、どうですか。いい感じ。ではベージュをこれでおしまいです。まだ乾いてないね。ハートは少し乾いたかな。でもまだ他のものは乾いていない。だから他のスペースを、時間の余裕があればこれを乾いてからやればいいんですけど、ちょっとあんまり時間が限られているので、ビデオの場合はですよ、パッといろいろ気をつけながら描いていきますよ。今度は一番やっぱりこの、
切符のイメージキャラ、このオレンジに何するか、やっぱり切符というそのコザインターナショナルプラザの切符、その頭文字をこうね、このセンターの名前パッと入れたいんだよね。それはオレンジのところに入れたいんですけど、色はそうだな、思い切ってさ、紫っていうかパープルみたいな感じで結構インパクトあるかもしれない。やってみましょう。これですね、名前はね、アクリリックというかアムステルダムというか、ね、これは色はウルトラマリンバイオレットライト、すごい名前だね。これで書いてみましょう。でここはねちょっと秘密兵器というか秘密兵器ではないんですけど、何の秘密でもないけど、ただこれはよく僕は使います。マスキンテープ。せっかくなのでマスキンテープ1個ぐらいね、1個その模様の中では1個ぐらいに、使ってみたいと思います。でちょっと待ってください。はい。すぐそばにあった。これです。これはいわゆるアート用のこのマスキンテープをいろんな、作業で使われます。例えば絵にもよく使われます。例えば綺麗な線とかね出したいときはこれをね使って、描きます。で切符、じゃあちょっと斜めに描いてみたいですね。斜めにっていうか、でこのためにこうもちろんフリーハンドではあるんですけど、この綺麗な線の中に描くためにはやっぱりマスキンテープを使ってやります。ちょっと見てくださいね。まずじゃあこの部分で、この線はだいたいそうですね45度なので45度で描きましょう。これに合わせて描きましょうか。ね、こうやって、ね、やってみます。この中にヒップという文字をこう続けて書くつもりです。ちょっとやってみます。こんな感じ。いいですか？続けます。切符と書いて点で、こっちも点入れて切符、例えば言葉のちょっと最後の方とかね書いて、あと点まで入れてまたその続きみたいな、その中こうでこれを取ったらその意味がね、皆さん多分もう想像してると思うんですけど、でも想像以上綺麗に仕上がるんですよ。見てください。いかがですか？一応綺麗に描けるんですよね。でも全部あちこち描いています。切符と読めますかね。切符いっぱいありますよ、ほら。では皆さん、今度最後黒い絵の具で、仕上げて終わります。見てください。一番最初に使った太い、このね、なんですか、ハケね、で線を、太い黒い線をこの間に塗っていきます。そしたら色がきれいに出てきます。
この筆で見てください。少しいいか、キップの部分まだ濡れてますから少し待ちましょう。ではでは、もうだいたい乾いていますので、頑張って黒い線を描いてみたいと思います。さあ、あと仕上げです。もうほぼ終わってますが、ちょっと緑のところにちょっとだけ何か書いてみようかなと思ってます。ここに、ディアマンテスのD を入れてみました。ここにもね、緑の何かちょっと寂しいなと思って、黒い、マジックで、これ水性、油性です。あとはなんかこうハートにはちょっと光がね欲しいなと入れています。これは、白い絵の具でちょん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 って入れるだけだから、カップにちょこっと入れました。こんな感じで、はい、見てくださいよ。これあるだけでもなんかあとはちょっとこう元気生き生きとして見えるでしょ。では皆さん、花本の段ボールの花本のペイントは終わりました。こうなりました。いかがですか。で、軽くこういうスプレーをかけます。これはツヤ出し、本当はツヤなしの方が僕は、こういう絵とかには僕一番好きなんだけど、でもこれはツヤありっていうか、少しだけ守ってくれるかな。ニスかける時は、こういった作品には、こういうのもあります。アクリル絵の具用の、こういうクロス、これクロスと言いますね。クロスバーニッシュ、ね、いわゆるニスですね。さっと軽くかけてやりますよ。ここ表にも少しかけましょう。これで完成ですね。で、せっかくなので、これは、沖縄援助センターが作った優しい日本語のステッカー、僕の似顔絵、これは僕がデザインしたやつなんですけど、せっかくなので叩くところに貼っておきます。いいかな。あまり真ん中じゃないね。いいや。完成です。完成です。このクロスももうほとんど今かけたばっかりなんだけど、もうほとんどもう乾いています。完成です。あなたもやってみてください。